こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、2人目と3人目の私の連携プレイでエンダードラゴンを討伐し、大量のエンドストーンと経験値を確保しました。そしてエンチャント装備をもろもろ作成したところまでです。そういえば、2人目のテリーのアイテム回収してなかったわね。回収自粛しました。なんだか4人目も連携したがっている予感がしていたんです。さて2箇所目の要塞の方向は、エンダーアイを投げて確認するまでもなく、リスポーン拠点のほぼ真南のはずです。120度間隔だものね。ここらでまず1投目してみます。ちなみに今手持ちのエンダーアイは2つです。一応ジエンドで奮闘して1つは補充していました。なんでもっと奮闘しなかったのよ。ジエンドのエンダーマンは凶暴なんです。アウェイでの戦闘は最小限にしたかったんです。で、3回投げたところで、まず1つ目が花火と化してしまいました。綺麗な花火ね。そして、もう結構位置が絞られてきた5投目です。花火を見ると心が洗われるわね。まあこんなこともあろうかと、このまま砂漠の野戦に突入すれば良いわけで。むしろこんなこったろうという展開よ。そしてエンダーマンを見つけました。ちなみにドロップ増加3の件は、ロストが怖かったので拠点に置いてきています。そうなるとドロップ率 40% かしらね。よし一発で引けた。運を残していた甲斐がありました。なぜ花火の方に運を使わないのよ。って一つでいいの？どのみちブレイズパウダーは一つしか持参してきてないんです。これ、少し前にネザーにアイテム回収しに行った時の最後の一つなんです。なお先ほどの野戦の際に、ヘルメット村人ゾンビが生き残っていました。なんだか目つきが悪いです。徹夜明けだものね。クリーパーも一体残っていましたが、こちらの目つきは普段通りです。緑だと光合成できるから元気なのね。で、新たに入手したエンダーアイを2回投げて、無事に要塞位置を特定できました。面倒なことにならないでよかったです。でもまだ、こっちの要塞で図書館が2カ所見つかるとは限らないわよ。見つかるんじゃないかな。見つからなかった時のことはその時に考えます。さて、まずは要塞を無事に掘り出せましたが、なんかポータルが近そうな音がしました。あれ、スケルトン？窒息ダメージの音だったかもしれないわね。で、なんだか要塞の様子がおかしいです。襲撃された後なのでしょうか。探索難易度がワンランク上なんですけど。どこから襲われるかわかりづらいわね。単に身を守りづらいだけでなく、隠し通路まで自然生成されてます。天井に砂利が生成されていたのね。まあでも、これはこれで味があっていい感じです。そして隠し通路の先で、本来どうでもいいポータルの部屋を発見しました。でもあいにく図書館が近くにあって無視できません。で、この図書館もめちゃくちゃです。でもクリーパーが救ってる雰囲気は出てるわよ。さて、シルバーフィッシュの攻略をしてしまいます。ダメージは脅威ではありませんが、覚えている限りで2度、流された溶岩で死んだことがあって何気にトラウマです。焦りすぎよ。弓じゃない。私は剣を持ちたいんです。さて改めて見てみるとこの図書館、やはりかなり本棚が回収しづらいです。繋がっている洞窟がちょっと多そうね。作業にかかる前に片っ端から埋めないと。そして埋め終わって気づいたのですが、図書館の天井にも穴が開いているようです。今のゆらゆらは何なの？緊張気味の時に稀にあるのですが、パッドに左手親指の付け根が当たってしまうことがあるんです。ググってみたら母子球という名称の部位のようです。ググったんだ。で、天井の穴を警戒して、2階部分から侵入してみたところです。うおー？
空中に設置されていたはしごは、ひょっとしてちょっと珍しいものではなかったでしょうか。なんかいた。スケルトンね。さて、欠陥住宅の修理作業を行う羽目になりましたが、幸いなことに結局モブに襲われることはなく、その後20分ほどで無事に搬出作業が終わりました。もう3部屋目なので引っ越し業も板についてきています。盗っ人業でしょ。さて次の図書館探索中ですが、相変わらずあちこちが崩れていて、通路のつながりがわかりづらいです。でも時間かかると思いきや、図書館は割と近くで見つけられました。またえぐられていそうね。まあ入り口はひどかったですが、図書館の中はさほどでもなく、無事に図書館ではなくなりました。これで拠点に戻って、久しぶりの建築作業にかかれます。さてピラミッド拠点に戻ってきました。アイテム整理を済ませてしまいます。ラバたちは逃げてなかったわね。2箇所の要塞で集めた本棚はあと23個足りないですが、サトウキビは十分持っているので材料は足りてます。ガラスは必要数の精錬完了済みです。なので現時点で49層までの建築材が揃って、ぼちぼちその上を考え始めないとなりません。まず候補に思い浮かべたのは、石が素材のかまどドロッパーディスペンサーの3点セットです。ひょっとしてどこにしまったかわからなくなってない？そんな噂があります。というわけで急遽噂を払拭すべく、30分ほど費やしてチェストの中身を入れ替えました。ちなみにディスペンサーの材料の雲の糸がまだ、お話にならない数しかありませんでした。積極的に集めてなかったものね。となると、近々ウィザースケルトンの頭集めを予定しているので、ネザーさんの建築材を積みましょうか。さて建築作業はジャングル3点セットを積んだ以来です。作業のコツを忘れていないかちょっと心配だったりします。気持ちを落ち着かせるためにモブの脇観測をしようとしたら、こんな高かったでしたっけ？下まで40メートルほどはあるかしら。さて、あまり休んでいる暇はありません。チェストの積み替えで予定以上に時間を費やしてしまっています。で、7分ほどで47層目完成。本棚の違和感が半端ないわよ。まあでも、本棚はどのプレイでも、昔のバージョンで30個、今のバージョンでは15個積んでいるんです。見た目はともかく積む作業自体は違和感ありませんでした。さて48層はエンドストーンですが、これはこの企画上の重要な区切り目となります。実は48層を積み終わると、ピラミッド建築の進捗がちょうど 50%、この企画の折り返し地点になるんです。やっと半分のところに来たのね。そして49層のガラスの前に松明設置を。で、よりにもよってこのタイミングで、ラグさんのターンが2秒入りました。めちゃくちゃおっかないです。いつもながらナイスラグさんね。ただでさえ緊張気味だったのに、ここからは左手の指が強い力を入れっぱなしになってしまいました。ちなみに夕暮れ時で明るさが変わった時に、ラグさんの発生率がやや高めです。広く見渡せる場所だから処理が遅れたのかしらね。かつてないほど力強くキーボードを押しつつも、なんとか耐え抜いて、ようやく1周設置し終わりました。ヘトヘトです。で、ガラスを取りに拠点に戻ってみたら、ちゃんとフェンスの上に立っているわよ。いえ、ついにリードをロストしました。今回手間を惜しんで1層積むごとに拠点に戻るのやめてたんです。で、もう予備の2本しかないし。ちなみに先ほどのチェスト整理で、ブレイズロッドがタンスの肥やしから見つかりました。覚えがないのですが、どうやらネザーで死ぬ前に一度生還して持ち帰っていたようです。さて49層目の続きを。ついにガラスの登場です。ついにというのは、直射日光を遮断しない建築材を積むのは、これが初めてなんです。つまりピラミッド下まで日光が届くのね。
なお、2段拡張の地図がまたすごいことになってます。この地図きっと全盛がカメレオンよ。さてこの後は、久々だった建築の戸惑いはもうすっかり消え失せて、うっかりエンダーチェストを忘れたくらいしか問題はありませんでした。何をやっているんだか。でも忘れた割には、10分で積み終わりです。さて地図を飾ってみると、カメレオン地図にはサバンナのエリアに継ぎはぎができています。ガラスのせいかしらね。最大拡張の地図はこんな感じで、ガラスを置いた場所は完全に透けている様子です。色付きガラスにしたらやっぱり透けるのかしら。どうなんでしょうか。私としては色がついてほしいのですが。さてあとは、今使用中のブーツに落下耐性法を合成して、今回はここまでです。次回はネザー行きの予定でしたが、迷った挙句やっぱりネザーに行くことにしました。迷ったのは残りメガタイガだけになっている冒険の時間を先に解除すべきかどうかです。当分見つかる気がしないものね。冒険の時間は見つかる気がした時までお預けで、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。